皆さんごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら下記の質問がありました。今回はこちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速いってみましょう。質問1、こちら iPhone8 です。イオ機器のトケドラクラウド HLS C500 についてお教えください。古い製品なんですが、ヤマダ電機アウトレットで安く7500円売っていたので買いました。なんとか設定もできたんですが、ファイルアプリからアクセスはできませんかね。サーバー名192.168うち14ユーザーリモートパス00と設定したんですが、サーバーにアクセスできません。IP アドレスは間違いないと思います。 PC からはアクセス可能スマホで、動画に編集アプリ VLOLO から直接このサーバーのファイルにアクセスしたいんです。何卒お教えください。2022年1月13日ということなんですが、実はこれは私が Yahoo 知恵袋に質問したものです。自作自演です。残念ながらこの件で Yahoo 知恵袋からの回答は一つもありませんでした。とほほ。イオ機器さんにもメールで問い合わせましたが、いずれお答えするの自動応答はありましたが、その後の正式な返事は3日待っても全くありません。しかしマニュアルや Q&A をいろいろ調べておおよそのことは分かってきましたので、ここにお知らせしたいと思います。まず結論から申し上げますと、ファイルアプリが NAS に直接アクセスできないのは設定ではなく対応していないからアクセスできない。つまり NAS にアクセスできないのはファイルアプリのバグだというのが結論です。というのは、同じファイル管理アプリのドキュメントアプリや FE ファイルエクスプロールでは iPhone からでも簡単にこの NAS にフルアクセスして読み書きが可能です。つまりファイルアプリだけがアクセスできないのです。また前回の動画でもお知らせした通り、ファイルアプリでも WinPC の共有宣言したフォルダにアクセスすることは可能です。つまりファイルアプリでは PC にはアクセス可能でも、ルーターに接続した NAS には現状対応できていないということになります。もともとこのファイルアプリが共有フォルダに対応できるようになったのは iOS13 からであり、未だバグだらけだということは容易に想像できます。ドキュメントというアプリでも NAS にアクセスできるとは言いましたが、実はこれも 1GB を超える大きなファイルでは固まってしまうというバグがあります。唯一まともに動くのは FE ファイルエクスプロールぐらいですかね。今のところな。ただ私としてはファイルアプリで読み書きができなければあまり意味がないんですよね。というのも、動画編集アプリ VLOLO で NAS から素材を読み込みたい、字幕作成アプリ View で字幕ファイルを直接 NAS に書き込みたいといった時に、基本どのアプリもファイルアプリをベースに使用しています。なので他のアプリで NAS に読み書きできてもファイルアプリでできなければ使い勝手が極めて悪いんですよね。ただ迂回策を今回ついに発見しました。それは NAS カメというアプリを使用するという方法です。これはイオ機器のアプリなんですが、NAS カメを起動すると iPhone のカメラロールの写真や動画を自動的に指定した NAS の指定のフォルダに保存してくれます。これは差分の2を保存するもので、すでに保存しているものは20には保存しないため、極めて早くストレスなく保存されます。なお同期ではないので iPhone のカメラロールでファイルを削除しても NAS にすでに保存されたものは削除されません。そのままです。なので PC を起動して利用するときには、この NAS にすでに保存したファイルから読み込みすれば極めて早いのです。また PC の共有フォルダに必要なものだけユーザーが手動で移動、整理すれば iPhone の VLOLO からは NAS ではなく PC の共有フォルダから読み込むことができるのです。 iPhone の View アプリからは NAS に直接保存はできませんが、 PC の共有フォルダには直接保存できます。なので NAS は iPhone 同期された iPhone と同じもの、仮想 iPhone という感覚で使用し、
そこから必要なものだけ PC の共有フォルダに人間ユーザーが整理移動などして iPhone からはこのなしではなくこの共有フォルダを基本見ながら操作をするという使い方ならば今のファイルアプリでも有効利用可能なのではないかと思います。この方法ならばファイルアプリから直接 NAS にアクセスできるようになるまで気長に待とうという気になりますかね。わらわらわらならんかな。もっといい方法があればお教えくださいませませ。以上です。